お前の代わりはいるぞと言われたから退職した結果、お前の代わりはいくらでもいる。じゃあ代わりに頼めば。これは俺が30歳の時、スタートアップ企業で経験した話だ。俺はフルスタックエンジニアとして5年前にこの会社に入社した。当時は社員10人くらいの小さなスタートアップでな。エンジニアは俺1人だった。1人。ああ、だから全部のシステムを俺が1人で作ることになった。EC サイト、在庫管理システム、顧客管理システム、決済システム、売上分析ダッシュボード、スマホアプリ、全部俺が一から設計して実装したんだ。すごすぎる。データベースはポストグレス QL と MongoDB を併用。インフラは AWS で国家分散のためにロードバランサーも設定。 CI/CD パイプラインも構築して自動デプロイまで対応した。一人でそこまで。まあやるしかなかったからな。深夜や休日も作業してたよ。で、会社はそのシステムのおかげで順調に成長していった。入社当時は年商5億円くらいだったんだが、5年後には年商50億円にまで成長した。10倍。すげえ。でもな、俺の給料は全然上がらなかった。入社時の年収400万円のまま5年間ずっと据え置きだ。売り上げ10倍なのに。そう。しかも残業代も一切出なかった。システムトラブルが起きたら深夜でも対応。新機能の開発で休日出勤することもあった。だけどその分の手当は一切なしだ。社長は口癖のように言ってた。うちの会社が成長してるのはコスト削減のおかげだ。人件費を抑えることが成功の秘訣なんだよ。エンジニアなんて安く使えばいいんだ。代わりなんていくらでもいるんだからな。最悪な考え方だな。こういう経営者マジで多い。最初は成長期だから我慢しようって思ってたんだ。でも1年経っても2年経っても状況は変わらない。むしろ会社が成長するほど俺の負担は増えていった。ユーザーが増えればサーバーの負荷対策が必要になるし、新しい機能の要望もどんどん増える。でもエンジニアは相変わらず俺一人。営業やマーケティングのスタッフはどんどん増えるのに、エンジニアの採用はコストがかかるって理由で却下。月の残業時間は80時間を超えることもあった。でも残業代は一切出なかった。完全に違法だろ。朗希に通報レベル。家に帰っても障害対応で夜中に起こされることもあった。プライベートなんてほとんどなかった。完全に舐められてるじゃん。ブラックすぎる。そして5年目に入った時、俺はついに決意した。このままじゃダメだ。ちゃんと待遇改善を要求しよう。そうだ、当然の権利だ。もっと早く言うべきだったくらいだろう。社長、今日はお時間をいただきありがとうございます。ああ、何々もちいようだ。忙しいんだが。実は待遇についてご相談があります。入社してから5年が経ちますが、給料が全く上がっていません。会社の売り上げも10倍になりましたし、昇給をお願いしたいんです。どのくらいを希望してるんだ。現在の年収400万円から600万円へ引き上げていただきたいです。システム全体を一人で担当していますし、妥当な額だと思います。同業他社のエンジニアの平均年収は600万円以上です。フルスタックで一人で全てを担当しているならもっと高くても良いくらいです。正論正論だ。むしろ安いくらいだよね。却下だ。確かに売り上げは伸びたが、利益率を維持するのが重要なんだ。人件費を上げたらその分利益が減るだろう。今の給料で十分やってこれたんだから、これからも大丈夫だろう。はあ、しかし私は5年間一人でシステム全体を。それは君の仕事だろう。給料をもらってる以上当然のことをしてるだけだ。ああ、ふざけんな。これは酷ひどすぎる。でしたらせめてエンジニアを増員して負担を減らして。それもダメだ。エンジニアは高いからな。今のままで十分回ってるだろう。一致が無理してるだけじゃねえか。でもこのままではいつか限界が。限界？甘えたこと言うな。第一、お前の代わりはいくらでもいるんだぞ。いやならやめ
めてもらって構わないぞ。その日の夜、俺は自宅で一人考え込んでいた。代わりはいくらでもいるか。5年間必死に働いてきたのに、その評価か。許せない。頑張ってきたのに酷ひどすぎる。そうか、そういうことなら俺にも考えがある。お、ついにどう動くか。その夜から俺は密かに転職活動を始めた。リンクトインのプロフィールを更新して転職サイトにも登録すると、思った以上に反応があった。1週間で10社以上からスカウトメッセージが届いた。正直こんなに来るとは思わなかった。おお、しようあるじゃん。代わりなんていくらでもいるって言ってたくせに。一人でシステム全体を構築した経験はかなり評価されるらしい。それはそうだろうな。フルスタックエンジニアは上だからな。その中でも大手 IT 企業からのオファーが特に魅力的だった。大手いいじゃん。あなたの経歴大変素晴らしいですね。フロントエンド、バックエンド、インフラ、すべて一人でこなせるなんて。一人でこれだけのシステムを作り上げるなんて。ありがとうございます。弊社としてはぜひお迎えしたいと思っています。年収は800万円からスタートでいかがでしょうか。実績次第でさらなる昇給も十分可能です。800万円、今の倍だ。すげえ。400万から800万とか。これが正当な評価ってやつか。もちろんチーム体制でやっていただきますし、残業代も全額支給、リモートワークも可能です。ぜひお願いします。よし、決めた。明日退職届を出そう。いいぞ。ざまあみろって言ってやれ。社長、お話があります。また何か。もう昇給の話は終わっただろう。はい、実は退職させていただきます。退職？はい、これが退職届です。1ヶ月後に退職させていただきます。そうか、残念だが仕方ないな。余裕じゃん。後で痛いまみろ。すぐに代わりのエンジニアを雇うから心配ない。引き継ぎについてですが、ああ、新しいエンジニアがいれば言ったら教えてやってくれ。一つお伝えしておきますが、システムのドキュメントはほとんど存在しません。システム全体の仕様を理解しているのは私だけです。完全に人質作戦。大丈夫だろう。エンジニアなんて誰でも同じだ。お前の代わりなんていくらでもいるんだからな。まだ言ってる。これは現物だな。そうですか、わかりました。心の中で俺は思った。じゃあ代わりに頼んでみればいい。社長は急いで求人を出していた。ただし相変わらず安い条件でな。月給に15万で3人雇えば十分だろう。安すぎ。そんな給料じゃまともなエンジニア来ないだろ。その条件で応募してきたのは実務経験の浅い新人ばかりだった。新人エンジニア3人が入社した。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早く一人前になりたいです。頑張ります。早く覚えます。それではシステムの引き継ぎを始めます。まず EC サイトはリアクトとノード JS で構築されています。在庫管理は Python のフラスクで、顧客管理は Ruby on Rails です。全部違う言語なんですか？はい、それぞれの用途に最適な技術を選びました。決済システムは Stripe API を使っていて、複雑すぎて全然わかりません。データベースの構造も全然理解できないです。これでも要点だけ説明してるんですが、ドキュメントとかないんですか？ドキュメントを書く時間もなかったのでほとんどありません。5年かけて1人で作ったシステムなので、仕様は全て私の頭の中です。頭の当たって、それって引き継げるんですか？本来なら数ヶ月かけて引き継ぐべき内容ですが、1週間しかありません。これ1週間で理解するの無理じゃないですか？はい、正直かなり厳しいと思います。でもこれ以上の時間はありませんので、あとは頑張ってください。それではお世話になりました。もう行っちゃうんですか？はい、今日で最後です。あとはよろしくお願いします。
私たちだけで大丈夫でしょうか。大丈夫だ。君たちなら問題ない。エンジニアなんて誰がやっても同じだからな。フラグ立ちまくり。やばい。決済システムでエラーが出てる。どこを直せばいいかわからない。コード全然読めない。おい、顧客から決済できないってクレームが殺到してるぞ。すみません。本対応してます。最悪です。PC サイトが完全にダウンしました。復旧方法が全くわかりません。何々、システム全部止まってるだと。今すぐ復旧させろ。売り上げがゼロだぞ。どこをいじったら壊れちゃって。直せないのか。すみません。システムが複雑すぎて、イッチさんがいないと、私たちには無理です。コードを見ても何をしてるのか全くわかりません。エラーログも読めないです。新人かわいそうだけど、これは社長の自業自得。その後、売り上げはゼロになり、SNS で炎上。顧客は次々と離れていった。完全に自業自得。ざまーとしか言えない。仕方ない。外部のベンダーに頼むしかないか。システムを確認させていただきました。正直に申し上げますと、かなり厳しいです。どういうことだ？システム全体が完全に独自実装で、ドキュメントもありません。複数の言語とフレームワークが混在していて、非常に複雑です。リアクト、Node.js、Python、Ruby、全部違う言語です。それぞれのスペシャリストが必要になります。で、いくらかかるんだ？このシステムを保守、運用するには、専門チームを5名体制で組む必要があります。年間契約で5000万円になります。さらに、緊急対応が必要な場合は別途費用が発生します。5000万？はい。それでも最低限の対応になります。そんな。新しい会社、すごく環境が良いな。給料も倍になったし、最高だ。チームで開発できるし、残業代もちゃんと出る。天国じゃん。前の会社のことはもう忘れよう。知らない番号だな。もしもし。あのイッチくんか。社長ですか？どうされましたか？実はシステムが止まってしまって。そうですか。大変ですね。新しいエンジニアたちでは対応できなくて、頼む。戻ってきてくれないか。確か私の代わりはいくらでもいるんですよね。あれはそのエンジニアなんて誰でも同じなんですよね。だったらその代わりの方々に頼んでください。すまなかった。あれは私が間違っていた。君の技術力は本当にすごかった。どうか戻ってきてくれ。お断断りします。待ってくれ。条件を聞いてくれ。では私の条件を出させていただきます。何なんでも聞く。まず年収は1500万円にしてください。1500万。外部ベンダーに年間5000万払うより安いでしょう。正論。グーの根も出ないだろ。2つ目ね、 CTO 最高技術責任者として採用してください。3つ目ね、ストックオプション 5% を付与してください。4つ目ね、技術チームの編成権を私に任せてください。5つ目ね、残業代は全額支給してください。以上です。わかった。すべて受け入れる。ただし条件があります。今の会社には義理があるので、復帰は3ヶ月後にさせてください。3ヶ月も待てない。すぐに来てくれ。ではそれまではコンサルタントとして週行って手伝います。コンサル料は時給5万円でお願いします。時給5万わかった。時給5万。8時間働いたら40万円じゃん。完全に立場逆転。俺は CTO として会社に復帰した。これからはしっかりとしたチーム体制で開発します。新しいエンジニアを5名採用し、チームを編成した。全員優秀なエンジニアで仕事がとてもやりやすい。もちろん今度は適正な給料でな。システムのドキュメント化も進め、誰でも理解できるようにした。モダンな技術スタックへのリファクタリングも徐々に進めている。完璧じゃん。
これが本来あるべき姿だよな。3ヶ月後にはシステムは安定稼働するようになった。売り上げも徐々に回復し、顧客からの信頼も取り戻した。一致の手腕すげえ。社長は二度と俺を軽視することはなくなった。当たり前だよな。一致くん、本当に助かっているよ。技術者の価値を理解していなかった私がバカだった。代わりはいくらでもいるでしたっけ。バフ煽りスキル高高い。すまなかった。もう言わない。最高の逆転劇だった。すっきりした。一致おめでとう。技術者を大切にしない会社の末路。飯をつ。めちゃくちゃ面白かった。結局技術者を軽視する会社は自滅するんだよな。人は代わりがいるかもしれないが、その人が積み上げた知識と経験は代わりがいない。そのことを社長は身をもって学んだんだろう。良い話だった。ここまで読んでくれてありがとう。飯をつ。スカッとしたわ。一致頑張れ。良い話をありがとう。